こんにちは。新学期始まりましたね。今週は入学式でした。新生活に新メニューの献立を作ります。今回は食材の種類を少なくしたので、効率的に節約しながら時短できるレシピにしました。メニューを書いたらバリエラに袋をセットして食材順で紹介していきます。それでは行きましょう。安くてヘルシーなので鶏胸肉を買ってきました。真ん中を開いて大きくしたら、それを半分に切ってから平らにして叩きます。あとは片栗粉を大さじ3ほどバットに出して両面なじませる。塩コショウとあればガーリックソルトを少々両面になじませて、なければ塩コショウと塩を少し混ぜてください。もう片方も叩いたら同じように片栗粉と調味料をまぶして袋に詰めていく。酒大さじ1、醤油大さじ1、マヨネーズ大さじ1強。空気を抜いて揉み込んで冷凍庫に保管していきます。流水解凍しました。袋から出したら片栗粉を両面につけます。裏面にもつけたら170から180度の油に入れていきます。裏返してこのくらいの色になったら完成です。胸肉だけどとってもジューシーでとっても美味しいです。トマトとナスが安かったので新メニューを作りました。トマトを8等分から9等分にカット、ナスのヘタを取って乱切りにしていきます。最近値上がりすぎて野菜の種類を少なく買うようにしています。ナスはアク取りでお水に 5,6 分つけておく。その間にもも肉を一口サイズの大きさにカット。唐揚げサイズのこれぐらいで塩コショウと塩を少々かけて軽く揉み込みます。ナスの水気を切って軽く拭き取りしてお肉と一緒にバットに移す。ナスとお肉に薄力粉をまぶしてなじませていきます。ナスは軽く、お肉は全体的に水気が少なくなるぐらいにまぶす。もも肉を詰めていく。量が多いので袋に余白を作って、さっきのナスとトマトを詰めたらあとは調味料です。酒大さじ2、醤油大さじ2、ポン酢大さじ1強、ごま油大さじ1、お砂糖大さじ1、これで完成です。空気を抜いて揉み込んで冷凍庫に保管していきます。解凍は流水解凍しました。火は弱めの中火で蓋をする。グツグツ煮立って裏面に火が通ったら裏返して蓋をする。両面に至って火が通ったら完成です。トマトの酸味でさっぱりで美味しかったです。もも肉の筋や余分なところを切ったら半分にカットします。そこに塩コショウ少々とお砂糖は小さじ1弱をもも肉になじませる。砂糖は保湿性があるので余裕があればかけてください。裏面も塩コショウしたらもも肉を詰めていきます。醤油みりん大さじ3と砂糖を入れ忘れたのですが大さじ3入れて完成です。空気を抜いて冷凍庫に保管します。解凍プレートで解凍しました。お肉だけ皮を下にして並べたら油を少量一回しし、火は弱めの中火で蓋をする。パチパチ音がしたら出た油を拭き取りして火を中火にして皮が焼けるように押す。焼き色がついたらひっくり返してタレを入れて蓋をする。1、2分したらフライパンを回してタレにとろみがついたら完成です。半熟に茹でた卵を潰して塩を少々かけて味付け、これで完成です。ご飯が止まらない、美味しかったです。玉ねぎ半分を1センチほどのくし切りにカットしたらトマトは2個分を10等分から12等分に切ります。ヘタがあったら切ってください。牛肉細切れは塩コショウして全体になじませて揉み込み、大きければ少し細かく切ります。片栗粉は大さじ 1.5、 これをなじませたら袋に詰める。玉ねぎとトマトも詰めます。あとは調味料です。醤油、酒大さじ1、砂糖小さじ2強、オイスターソース大さじ 1.5、 これで完成です。空気を抜いてタレと一緒に冷凍庫に保管していきます。解凍プレートで解凍しました。火は弱めの中火で蓋をする。お肉に火が通り始めたらタレを入れてゆすりながら炒めたら完成です。濃厚でトマトの酸味も合わさって美味しいです。豚バラ肉を一口サイズにカットして塩コショウを振っていきます。全体的になじませたらあとは袋に詰めるだけ。醤油大さじ3、みりん大さじ3、砂糖大さじ3入れたら完成です。
空気を抜いて冷凍庫に保管します。作る前にじゃがいもの芽だけ取ってくし切りにしていきます。塩コショウかガーリックソルトをまぶして小麦粉を少し。ノンフライヤーで今回は作りましたが、フライパンかトースターで焼いても OK です。流水解凍しました。火は弱めの中火で蓋をする。お肉に火が通ったらポテトを入れて回しながらお肉と絡めて馴染んだら完成です。じゃがいもにタレが染み込んでとっても美味しかったです。ここからは3連続でタケノコを使った美味しい季節料理。タケノコの下部分の半分を千切りにカットしていく。私のより細めがおすすめ。豚肉は細切れ肉ですが少しカットをして細くする。塩を振ってタケノコと酒を一回ししたら片栗粉を大さじ2から3ほど。これを揉み込んで全体的にまぶしていきます。袋に詰めたらあとは調味料です。別の袋にタレを作ります。砂糖大さじ1、エバラの甘口焼肉のタレ大さじ3入れたら完成です。空気を抜いて冷凍庫に保管します。解凍プレートで解凍しました。フライパンに油を敷いて大きめのスプーン1杯分ぐらいの大きさに置いたら両面の中火で蓋をする。焼き色がついたら裏返してもう一度蓋をして蒸し焼きにする。火が通ったらタレを絡めてひっくり返していく。全体的にタレが絡んだら完成です。香りも食感もとってもよく美味しかったです。たけのこの上の部分をいちょう切りに切っていきます。次は玉ねぎを角切りに。お肉は合いびき肉ですが、さっぱりが好きな方は鶏ひき肉でもいいです。ひき肉とたけのこと玉ねぎを詰めたらあとは調味料だけ。酒と醤油大さじ2、みりん大さじ1、砂糖小さじ2、ごま油小さじ1、生姜チューブを少し。空気を抜いて冷凍庫に保管します。流水解凍です。弱めの中火で蓋をしていきます。混ぜてそぼろをほぐして火が通ったら水溶き片栗粉をかける。火を中火にしてとろみが出たら完成です。優しい味でとっても美味しかったです。コロコロ焼きで使ったたけのこ下半分を細かく切ります。エビを細かく切ったら鶏ガラスープの素小さじ2、醤油も小さじ2入れて混ぜます。あとは春巻きの皮で包んでいく。先端の角を具に折り込んで、両端を折りたたんだら角の手前まで丸める。あとは海苔をつけて出来上がり。バットに並べてラップをかぶせたら冷凍庫へ凍らせて、詰めるとひっつき防止になるので 2,3 日で使わない場合はジップロックに入れて冷凍保管します。冷凍のまま160度の油に入れていきます。火は弱めの中火で170度ぐらいに上げてきつね色になったら出来上がり。油をしっかり切ってから揚げてください。子供も大喜びで食べてくれました。美味しかったです。サーモンに塩を振ったらなじませて、大きめなので半分に切ります。塩を振ったら水分をよく拭き取って2切れ使います。卵2個と小麦粉大さじ3。しっかり混ぜてからサーモンを詰めていきます。詰めたら完成です。空気を抜いて冷凍庫に保管していきます。解凍は流水解凍しました。パン粉を出してサーモンになじませ、全体的にまぶしたらフライパンに油を敷いて弱めの中火で温める。レアカツなので片面 1,2 分焼き上げます。ひっくり返して 1,2 分焼き色がついたら揚げます。そのまま食べてもとっても美味しいです。じゃがいもは冷凍すると食感が変わるので今回はマッシュにします。小さめに切ったら500ワットで 5,6 分レンチンしている間にベーコンをカットしていきます。じゃがいもが柔らかくなったら潰していきます。さっきのベーコンとコンソメ顆粒小さじ 1.5 を入れて、牛乳大さじ3、片栗粉大さじ3、砂糖小さじ1強、塩コショウ少々。枝豆なんですがコーンやそら豆などでも OK です。混ぜたら詰めていく。これで完成です。空気を抜いて平らにしたら冷凍庫に詰めていきます。解凍プレートで解凍しました。油を敷いて大きめのスプーンで
フライパンに並べたら蓋をして1分ほど蒸したら裏返し、裏側も焼けたら完成です。とっても美味しかったです。よく使う食器のご紹介。花の小鉢、副菜を入れたりタレを入れたりしてよく使います。色は何色かあるんですが、ピンクと白とターコイズ。お盆やお皿にのせると料理がパッと映えて、ちょっとした模様替えの気分が味わえておすすめの小鉢です。このハリネズミ小鉢は大きさも見た目もドンピシャで可愛い。キャメルカラーなので他の食器との相性が良く、季節を選ばず使えます。横から見ると凹凸があってハリネズミの体らしくてとても可愛いです。ご存知の方もいらっしゃると思いますが、白鳥のお皿は吉沢釜さんの食器の中でも人気で、再販されても即完売してしまうお皿。白鳥の首部分が湾曲に表現されていて、冠をかぶっている姿がとっても綺麗。少し深さがあるので汁物にもおすすめです。私の動画に頻繁に出てくる八角のお皿は若様陶芸さんのお皿。土感がある優しい白なので、他のどんな色の食器と合わせても使いやすく、チャーハンや中華、カレーなどの丼物もいけます。この取っ手部分がシンプルながらにカフェ感があって頻度高く愛用しています。春に使いたいとっておきのお皿は白のレースのお皿。甘すぎずシャープな四角皿なので食卓にすっきりと収まります。レースのデザインがとっても可愛く、四角いお皿は面積が広く使えるので無駄がないところもお気に入りのポイントです。お花の形でとても春らしく、小さい小鉢を乗せたりワンプレートとしてよく使うお皿。レースが可愛いと思ったらよく見てみると、花びら1枚ずつにつきパッチワーク柄が丁寧に施されているので、見ていて飽きないシンプルながらにとっても使いやすいお皿です。マーガレットが一面に散りばめられたお皿。春らしくてお気に入りのお皿です。少し深さがあるので汁物の時によく使います。花びらが繊細に立体的に描かれていて、花の蜜がワンポイントです。持ち手がついた大きなお鍋のようなお皿。これはカレーや丼物の時に頻度高く使うのですが、ワンプレートにして野菜を盛った時に色物食材がかなり映えます。盛り付けが苦手な私でも綺麗に見え、チャコールなので他の食器と合わせやすく、盛り付け上手に見えるお気に入りの一枚です。これも形違いですが、チャコール色のゆる四角皿。シンプルながらに角が丸く、名前の通りゆるい四角なのでとっても頻度高く使います。ハンバーグなどワンプレートでもランチの時にも使いやすいです。本日は10品の新メニューの下味冷凍をご紹介してきました。特にお気に入りはレアカツとたけのこメニューとザクザクチキンがおすすめです。たくさん作れない人は5品ぐらいを目安にして作ってみてください。来週の平日が楽になると思います。新しい季節が、我が家はお弁当作りや入学式や提出物と慌ただしい毎日ですが、下味冷凍で時短している分楽ができます。皆様も充実した一日を過ごせるように応援しています。それではまたお会いできますように。ご視聴ありがとうございました。また来週。